で100円で販売中。ただビニール袋は一切つきませんのでお願いします。ありがとうございます。はい。一人です。一人。はい。混雑しておりますので。立山ロープウェイにご乗車くださいませ。本日は立山トンネル電気バスにご乗車いただき誠にありがとうございます。バス中で途中安全のバスを運行してまいりました。3003メートルの小山が線をついてそびえています。まもなくバスが黒道では九州立山連峰をご乗車ありがとうございます。美味しい。送りがいいけど。なんでここ選ばれたんですか？やっぱり紅葉のテレビの取材を受けたんだけど、全
然うまく答えられなかったいろんな匂いが強い。下っていきます。すごいな。わあ、すごい下の方まで見える。登りめっちゃ辛い。キャンプ場が見える。テントめっちゃ少ないんだけど大調査だ。なんか石段が万里の長城みたいになってる。大変だと思う。今日のバックパックはベルラーベンの35リットルのものです。なるべく荷物を減らしてきたつもりではあるんだけど、測ったら16キロありましたしかも途中で水汲んできてるから多分18キロぐらいだったんじゃないかな今回持ってきたテントがこのアスタギアのテントです。元っ腹に行った時に使ったテントと同じブランドで、それのコンパクトバージョン。これがアウターテントで、インナーテントとフットプリント。ポールは別で買ったものです。このアウターテントとインナーテントで1キロいかないくらいの軽さです。ポールはカーボンのもので 120g ぐらいだったかな。折れないといいけどでは組み立てていこうと思います。
テント代を払いに行きます。お昼休憩ですかね。声かけてくれますかね。はい。ありがとうございます。お昼は信州サーモンのお寿司をいただきます。黒豆茶。うわ。笹にくるまってる。ます寿司なのかな。なんか富山県に入ると多分ますの寿司になると思うんだけど、長野で買ったから信州サーモンの笹寿司なんだと思う。いただきます。ちょっと喉潤そう。美味しい。サーモンとご飯に笹の葉の香りも移っててすごい美味しい。景色がすごすぎる。なんかこんな景色見たことない。気温が 14.8 度です。やっぱり泊まると寒い。風が冷たい。なんか高校生の時にます寿司が大好きすぎて、私チアをやってたんだけど、大会の時にみんなとます寿司を買って、それをホール状にしていただきます寿司って食べてました。懐かしい。美味しかった。ごちそうさまでした。稜線に歩いてる人も見えます。私も明日行く予定なんだけど、天気がどうなるかっていう感じで。こんにちは。はい、受付ですか？持ってきた装備を紹介してみようと思います。多分気圧の変化がすごい苦手な体質で、多分それだと思う。標高が高いから。ちょっと一旦寝ます。やばい、マジで頭痛い。どうしよう。コーヒーも食べて甘いものも食べたかったのに、持ってきたものの紹介もしたかったのに何もできない。そして多分明日は雨だから登山もできない。こんなに素晴らしいところに来てるのにやりたいことができない。とりあえず寝ます。
体調が悪すぎて、もう明日立山まで8日ぐらいまで考えてたけど、回復してよかったもう元気になったらお腹が空いてきた。多分明日登山行けるか微妙なところだから、どうしようかな、何食べようかな。なんかポツポツ来てる気がする。今日の夜ご飯は黒部平で買ったアルペンビーフカレーです。本当はね、黒部ダムのねダムカレーを買いたかったのに買いそびれてしまって、もう黒部平まで上がってきたら売ってないとのことだったので、まあでもダム風にして食べればダムカレーです。ご飯はアルファ米でいただきます。まずサラダから作ります。 QBB チーズ、今日はナイフ持ってきてないのでスプーンで小さく切ります。この焼き芋を使います。これなんか常温保存ができるものみたいです。3分の1はちょっと今食べます美味しそうだから。すっごい甘い。味のポイントになるのがこのサラミです。白い怪しい粉と黒いハーブの粉ですあとブラックペッパーはね多い方がいいと思うからいっぱい入れます。美味しいすごい美味しい。これはデパ地下に売ってる味だ。熱い。やや温まった感じ。このお水を再利用します。ちょっと虫入らないように蓋していきます。普段山登ってる人だったらさっきのパックにルーを入れて食べるとお皿汚れちゃうからビッグカツを乗せてカツカレーにします。立山アルペンビーフカレーのダムカレー風カツカレーいただきます。放水したい。放水だこれカツが切れないんだよね。かじるか。美味しい。待ってサラダ置くの忘れてた。もうごちそうさまでした。お腹いっぱい、大満足だカレーを食べて器がすごい汚れてしまったんだけど、ここでは石鹸を使ってお皿を洗ったりとかはできないので、食器を拭く用のウェットティッシュを持ってきてます。好
キンケアとかセルフケアのアイテムがこのポーチの中に入ってます。メッシュのポーチの中には歯ブラシと歯磨き粉。歯磨き粉はここでは使えないんだけど、化粧水とクリーム、こっちに入ってるのは試供品のスキンケアを持ってきてます。これで拭き取った後、お水で顔を洗って温泉に行った時に使うシャンプーです。お水でふやかすとタオルに戻ります。パンティーライナーとデリケートゾーン用のシートとボディシートも持ってきてます。無香料のボディシート、ドライシャンプーシートを1枚分だけのアイマスク、カイロもつぶつぶのやつでしっかりケアしたいと思います。スタバのインスタントのコーヒー。コーヒーいただきます。今日の予定は晴れてる間に少し散策して、午後に大腸槽にお風呂に入りに行って、天気予報は数日前から雨だったり晴れだったり、行ける可能性は半分くらいかなと思っていたので、今日はちょっと時間を潰せるものも持ってきているので、ちょっとそれをしながらゆっくり過ごそうと思います。今日10月1日なんだけど、セプテンバーの潰れたクリームパンとおにぎりがあります。どっちを食べようかな。美味しい。今朝ごはんを食べ終わってちょっと出かけようと思ったんだけど、スマホの充電があまりできてなくてちょっと時間があるので、今回の装備とちょっと持ってきたものとかを紹介してみようかなと思います。テントはアスタギアのものでアリエクで買ったやつなんだけど、ステッチとかもすごい綺麗に入ってて、私はすごい好きなブランドです。テントに温度計をつけています。今10度です。クッションはニーモのもので、ボトルはエヴァニューの 1.5 リットルの折りたためるボトルと500のナルゲンに入れてます。これは This is Neverzat っていう韓国のブランドのものです。前回味噌だれに漬け込んだこのオレンジの小物入れなんだけど、洗ったら匂いは取れました。これは外のアミカス。山なので風防も持ってきていて、ガストーチと照明はゴールゼロとアリエクで買ったヘッドライトで、これすごい使いやすくて軽くてよかった。夜の撮影の時に使う照明です。食器はこうやってまとめています。インナーテントの中は狭いので結構荒れてるんだけど、寝具はネイチャーハイクの R 値 3.5 のもの。シュラフはイージスマックスのトワイライトで、キルトタイプで背中側がなくてダウンを
ちょっと敷いて寝ました。シュラフカバーも持ってきてます。枕もネイチャーハイクのもので、空気を入れるとなぜか音が鳴ってしまう枕ですこれはいろいろ小物が入ってます。袋いろいろ、何か補修したりとかもできるテープ、小さいタオル、安全対策で、これ小さいんだけどクマスプレーみたいです。クマが近くに来ないと効かない気がするんだけど、このクマスプレーは Amazon で買ったんだけど、大々的にクマよけスプレーっていう感じじゃなくて、防犯スプレー、クマもいけるよぐらいな感じで売ってたものです。クマさんのクマよけ鈴とホイッスル、タイタニックでもね、最後ローズがホイッスルを吹いたから助けてもらえたので、ホイッスルを持ってきました。テントを長時間開ける予定だったので、一応ダイヤル式の鍵も持ってきてました。このピンクの袋、セリアで買った消臭袋なんだけど、一応これに入れて保管しています。食料パックと、このポーチには行動食を入れていて、バックパックの外につけていつでも食べられるようにしていました。黒いポーチの中にはいろいろガジェット類が入ってて、GoPro の充電器、バッテリーと SD とかが入ってます。今回充電器2個持ってきていて、2万 mAh で1万 mAh です。これコンセントがついてるので、夜行バスとかでも便利でした。有線のイヤホン、バックパックがこのメインのペールラーベンのもので、もう一個コンパクトになるリュックを持ってきてます。エメモガーデンというブランドのもので、履いてるショートパンツもエメモガーデンのものです。後でちょっと服も紹介してみようかなと思います。これがファーストエイドです。薬とか、もう昨日すでに飲んでるんだけど、傘とかレインポンチョとか登山用のグローブが入ってます。ショルダーベルトのところにカメラを取り付けられるスマホポーチをつけています。編んでみました。ここで1点、ここでもう1点、2点止められるので、ブラブラせずにスマホを収納することができます。この編んだ糸の余ったやつを今日暇つぶしグッズとして持ってきました。着替えです。最近無印で発売された筒状の収納ポーチを使ってみました。うわ、怖い。うわあ、待って、怖い。いやー、明日の早朝ここを渡らないといけないので、ちょっと渡る練習をしておきます。明日の朝、マサゴ岳に登ってみようかなと思います。多分ここから一番近い山かなと思います。薄暗い時間にここを通らないといけないと思うので、ちょっとだけ下見をしてこようかなと思います。ここが大走りっていうところか。ここ上がっていくのか大変そう。おこじょいた、おこじょいた。かわいい。こっち登山道じゃないんだ。
向こうが登山道なんだ。よかった、下見しといて。ここ登山道じゃなかった。こっちか。ちょっと今日はここまでにして、ここから先は明日の楽しみにとっておきます。カロリーを消費したのでお菓子を食べますおいしい。この中身だけ持ってきた赤いきつねを食べます。おいしい。
うわぴったりかわいい。目数を迷ったところがごちゃごちゃしてしまったんだけどできた。長い上り坂だまだまだだ。キャンプ場がこんな小さく見える。明日またごだけ往復してテント片付けて荷物を背負ってここを登るんだよ大丈夫かなあ、着いた。大入浴でお願いします。涼しい。水が美味しいやばい、帽子がべちゃべちゃになっちゃった。なんでリュックの中入れなかったんだろう。ちょっと今回の登山キャンプの服装を紹介してみようと思います。まずベースに着てるこのトップスが ONC メリノのウールのロング T シャツになります。ウールは吸水速乾に優れていて防臭効果もあって暖かさもあって着心地もとてもいいです。この下に履いてるショートパンツがエメモガーデンのものです。韓国のカジュアルブランドなんだけど結構アウトドアにも落とし込めるデザインが多くて、このショートパンツは水陸両用で使えるものになります。でショートパンツの下にこのウールのレギンスを重ねています。これはモンベルのものです。靴下もウールでキャラバンのものです。あとちょっとお見せできないんだけど下着もウールのものをつけていてワンノバっていうブランドのものを使っています。登山するために買ったんではなくてもう本当に普段使ってるものなんだけどすっごい着心地がいいです。でこのグリーンのトップスがブリングのシームレスフーディーです。これもウールが入ってるもので
手を温めることもできるし、顔を温めることができます。すごくあったかくて着心地がいいです。そしてこの黄色のラックは H&M のものです。ムーブっていうラインのもので、一応防風とか撥水効果がある素材のもの。ちょっとコットンライクな生地感です。あと帽子はニューエラのものなんだけど、全然アウトドア用とかじゃなくて、もう濡れたら大変なことになります。靴がいつも履いてる金のものです。以上です。今日の夜ご飯は昨日買ったこのホタルイカの酢干しを使ってホタルイカご飯を作ろうと思います。これ昨日使ったサイズの2倍のサイズで、明日の分のおにぎりもこれで作ります。ホタルイカかわいい。この無印の冷凍食品のレバーとこんにゃくのカルシマヨネーズ和えを食べます。味付けはもう作ってきていて、醤油とみりんとお酒1対1対1と生姜が入ってます。めっちゃいい匂いする。お水の量を正確に測らないといけないので、ホタルイカちゃんはお先にこっちに移動させます。あ、かわいい。お水が320必要なんだけど、このシェラカップが350だから一旦270だけ作ります。お揚げ、わけぎ、ナスのお味噌汁、ご飯どうかな、上手にできてるかな。うわーこれは大成功じゃない。今日はお酒もいってしまいます。本当は登山が終わってお疲れ様でしたって飲みたかったんだけど、すごい重いししょうがないいただきます。ホタルイカご飯本当に美味しい。すっごいお出汁が出てる。美味しい。おかわりしよう。美味しい。これムジカフェのデリにあるメニューなんだけど、冷凍で見つけたので買ってみました。いただきます。うまっ。ごちそうさまでした。もうすっごい美味しかったご飯もいっぱい食べたし、レバーも食べたし、明日頑張れそう。ライターで炙ったらうまいちゃうおいしい。この腹わたの苦味がめっちゃいい。はい、
たらすぐテントを片付けて出発できるように荷物をまとめています。バックパックはかなりコンパクトになりました。テントが少しシャリシャリしてる。もう凍ってる。暗いうちの出発だ。ワクワクする。テントが離れたので熊鈴をつけます。橋を渡ります。なんかキラキラしてる。凍ってるのかなこれ。怖い。怖い。練習したのに。昨日間違えて入っていきそうになったところだ。この登山道を入っていく。大長沢キャンプ場から朝子岳のピストンは登山計画では休憩を30分含めて4時間半の予定です。昨日朝5時半くらいから目視で歩けるくらいの明るさになったので、暗いうちにヘッドライトをつけながら木の下見下くらいのところまでは行ってしまおうっていう作戦できました。ちょっと不安なのはこの時間で登山者が少ないので迷わないようにしなきゃいけないのと、この付近は熊の目撃情報もあるので足元も見つつ周りの気配も感じつつ気をつけて歩いていこうと思います。あとトイレもなくて、ファーストエイドに一応携帯トイレは入ってるから、いざという時はレインポンチョをかぶってするしかない帰りは富山から新幹線で帰る予定で、室堂12時でないといけないから、テントを撤収してあの階段を登ることを考えると10時には戻ってこないといけないかなと思います。なので山頂に行かずに引き返す可能性もあります。隊長さんに会いたいんだけど会えるかな。もう明るくなったのでヘッドライトはオフにします。ここから急登になっていくんだ。ライチョウじゃないかもしれない誰だ、ちょっと知らない鳥がいます。なんかちょっと開けたところに来た。なんか石が茶色い。
あ、雪がある。マタゴ岳はうっすら見える。霜柱だ。前方に人が見える。初めて人に会った。こっちに降りてきてる。分岐に来た。すごい分かりにくいけど、こっちが今から行くマタゴ岳の方面で、こっちが立山の富士の折戸に向かう道になります。間違えないようにしないとちょっと時間は押してはいるんだけど、余裕を持って計画は立てているから、頂上頑張って行ってみようと思います。うわ、めっちゃ怖い。狭いよ道が。やばい、また道を外してしまった。やばいやばいやばい。多分ああいう尖った石は登山道だよきっとそう。あ、全然違う。ここ登山道だわ。あ、登山道を発見した。これが人間が作った道だ。すごい。着いたマサゴ岳。
鎖場のところまで天気良かったんですよ。それじゃあ私行きます。気をつけて帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。いってらっしゃい。わお、こけた。ただいま。ついに来た。今時間が10時58分なのでギリギリ。ぬるぬる喧嘩しないじゃない。
着いた。